ラーメンでなんでこんな一人で全部やんなきゃいけないんだろうって僕思ってたんですよね。一人でその日、我々取材チームは東京青梅市にあるラーメンフィールにいた。この日のフィールは定休日だったが、明日行われるポップアップイベントの仕込みを行うため、フィールのメンバーたちは勢ぞろいしていた。ラーメンフィールは世界中からラーメンクレイジーが集まるラーメン店であり、世界各地からラーメン職人たちも学びにやってくる。この日はドイツでラーメン店を営むフロー、カナダ人のラーメン店主アレン、そしてアメリカ・ワシントンからやってきた焼き鳥職人、明日のイベントの最大のキーパーソンジャスティンがいた。明日のイベントのテーマは焼き鳥とラーメン。それは渡辺店主悲願の企画だった。僕4年前から思ってました。オープンする前から焼き鳥とができたら最高だなと思って従業員を募集したこともありましたし、ラーメンでなんでこんな一人で全部やんなきゃいけないんだろうって僕思ってたんですよね。一人で やんなきゃいけないのが感じあるじゃないですか。店主じゃない人が盛り付けてる瞬間なんかうわーみたいななったりするなんかあるじゃないですか。そこら辺でももっとなくしていきたいですし、てかなんかそのなんかこうであるべきを守ったい挙句なんか最高なものがずっと現れないって何みたいな。渡辺店主は自分の思い込みや業界の常識を常に疑い検証し再構築を繰り返す。ラーメンだけに集中できる東京青梅市という環境は彼のその一連のルーティンを大きく育んできた。我々取材チームは今の彼が見ているラーメンの視点に最大の関心を持っていた。なんかいつかそのラーメン屋だけど部門シェフみたいなのがいて、肉担当、麺担当、魚担当、前菜担当みたいなのがいて、ポン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 できたらなんかものすごいものできるんじゃないかなみたいな。普段のフィールのその塩ラーメンに乗ってる鶏ももとかも一人なんかあそこで焼いてる人がいて、提供前にって言いながら真ん中に来るとかがあったら、まあその食材はマックス喜んでくれるのかな。感動しました。クレイジーでした。今回の取材は4本しか使っていないという豚のげんこつの話題から始まった。また炊くんで、そこにももう一回入れます。これが4本4本しかないです。で、なんかやっぱチータンだと出しやすくっていうマインドで言ったんですけど、はい、何時間炊くかによってそれって変わってくるなと思ってて、例えばじゃあ8時間炊くって分かってるんであれば、もしかしたら割る必要ないんじゃないかなみたいな。ラーメンシェフの命、骨、その理解の深さ、小さな発見の積み重ねがラーメンのクオリティにあらゆる面で直結していく。だから割っちゃってるとすぐ出過ぎちゃうんですよね、すぐ。なんでそれをピークを計算すると、こいつはもう一回炊き直してあげるというか、それがどうだったかを今今回2回目なんで検証して、でもちょっとそれは結構目から鱗で、意外と考えてなかったなと思って、家系ラーメン研修行って学びました。いいですか、食べる。このなんか蒸気を嫌うんですけど、すごい香りしますね、これ。この蒸気甘いんですよ。甘い、だから甘い香りがしますよ。舐めてみてください。
入れないですけど、でもこれはうわ、なんすかこの味。麹の甘みですよこれ。なんかすごいっすね。すごいですよね。生きてますよね。生きてますねこれ。醤油だれの香りじゃないっすね。それなんですよこれが。その目の前でこうしてたのに知識の欠落のせいでキャッチできなかったところがあるんだなって。もういたのにこっちが気づけてないっていうことって往々にしてあるなと思って。なんかお腹すくんですよねこの香りってグーって胃が動くというか。入ってるのはそのまあ何種類かのお醤油と、みりんとかもいろいろ入ってる。そうですね。でもみりんとお酢が入ってるんですけど、ごくわずかです。お酢なんででも本当これに収まるぐらい。奥行き作りますね。最初の酸っぱいものがね、ヒューってなるじゃないですか。それってのは結構長くないですか？長いですよね。長いですね。だからそれが奥行きを作るんですよね。餃子はお酢だけいつもつけて食べるんですけど、全然やっぱりあるともないので違うのが当たり前ですけどね。食べれる量変わってきますよね。全く違うんです。なんか僕よくまかないでみんな食べるとき言うんですけど、泥の中に手を入れるイメージなんですよね。ラーメンの。で、下にその粘土質の泥があったらすぐツッて突っかかっちゃうじゃないですか。それがやっぱなるべく遠い方がいいんですよ。なるほど。でもその間の水が最初速やかで途中はちょっと濁ってて、で奥がずっと刺さるみたいな。でその距離感を作ったりするのはそういうフレーバーとかネギ、生姜とか。だから結構スッて止まっちゃうなっていう時はうまみ方だったり詰まってるなって感じた時はやっぱりあんま飲まないんで、やっぱそうだよねみたいな。女性が結構スイスイいくらでも飲めちゃうみたいなスープは珍しくるんで、そういうラーメンが僕好きなんでね。厨房の奥で黙々と明日の仕込みを進めるジャスティンは昨日も深夜遅くまで作業を進めていたという。国王ですね。国王の。いやでも明日のお客さんはいいっすいいねっ。すよ。とんでもない味わいを。国王はめちゃくちゃ僕向いてると思ってて、焼き鳥には。I don't know how to skewer it. This is for skune. ああ、オッケー。 Yeah. つくねになる肉をほぐしてください。 Yeah. いるA5ランクの和牛があるんですよ、東京で。泉シェフのなんかドキュメンタリーでしてて、で3周年の時にも使ってるんですけど、ああ、そうなんですね。はい。でも牛使う時は気が合うんで。明日のイベントで焼き鳥とともに提供されるメニューは素晴らしい。ジャスティンにゆかりのある特別な食材で構成されるという。それはラーメンフィールのイベントの特徴でもあった。 Really nice flavor though. そして渡辺店主はいよいよ製麺を始めようとしていた。並びが多いですよ。次回エピソード2鳥肌。焼き鳥とラーメンが生み出す最高のハーモニーへ一体どうつながっていくのかご期待ください。あ、すごい。はい、少々お待ちください。あ、美味しそうですね。はい、確かに。